こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウス・オーストラリアの開運先生術師、新海真希です。さあ、今日は天秤座の新月のお話。この新月とても特別です。しかもですね、またまたメッセージを宇宙から12星座別に受け取りました。とっても大事なメッセージですので、ぜひ皆さん必ず最後までご覧いただきたいと思います。で、まずですね、今回の10月21日の天秤座の新月がなぜとても大切かと言いますと、神の手と呼ばれる特別なアスペクト、超サイキックなアスペクトが新月図にあります。しかも、さらにここが一番大事なんですが、この新月の日、偶然ではないと思えるほど、象徴的なことにレモン彗星が地球に最も近づき最も明るく観測できる日を迎えます。新月と彗星の接近が重なるっていうのは非常に稀な天体現象です。宇宙的な意味を感じ取るには絶好の瞬間ということになります。ですから、私もメッセージを受け取ったということもありますので、ここに関しては後でしっかりお伝えしていきます。まず、占星術と彗星の関係ですけれども、彗星は古代においては目視が可能となるそのタイミングにおいて、変化、危機、危険の予兆というふうに言われていました。ですが、今では現代においてはより良いとか悪いとか関係なく、とにかく時代が変化する、再生する、その印として観測するようになってます。突然現れて消えていくっていう姿がね、どうしてもこう意識の雑誌、みたいなものを促してくると考えてもいいんじゃないかと思います。そして占星術ではその彗星が最も見えやすくなる、可視化される、近づく、太陽に近づく、近日点に近づく瞬間のホロスコープチャートを制作して、そのアスペクトを読むとどんなことが起こるかっていう予告はそこに書かれているというふうに捉えるんですね。で、それが今回まさにこの天秤座の新月なんです。だから今回の新月図はいつも1ヶ月の星読みとは全然わけが違いまして、こっから先世の中がこうなりますねということを伝えているということになるんです。どんな時代になるのかっていうことなんですが、まず大きく政治的な意味が彗星には強く、いろんな国で政治そのもののあり方が変わっていくということがまず一つです。そしてそれを個人に当てはめると、個人の人生においても内側に眠る潜在的な光を再び目覚めさせる時期というふうに取ることができます。古いパターンを手放して新しい秩序を誕生させる。これをレモン彗星が言っているわけです。ちなみにレモンってあのレモンじゃなくて、これアメリカのレモン山みたいなね、スペルが違うんですけど、で見つかったのでこの名前になってます。ではちょっとこの新月図に書かれてるという話ですから、じゃあ新月図を見ていきましょう。ちょっと、シェアしますね。新月図はこれです。はい。今回の新月図なんですが、日本では4ハウスね、ここですね、というところで起こります。ここはまさに日本という国そのものだったり、日本にとって一番身近なものですから、仲間ですから国民、日本国民そのものを示します。個人で言ったら家とか家族とか仲間ですからね、そういうものを示しているわけです。それがあなたのソウルとしての本質そのものの居場所、場所を示していて、それがですね、1ハウス、蟹座の木星とスクエアを取っています。そして、ここが大事なんですが、10ハウスの双子座の天王星、それから、10ハウスじゃない、11ハウスの双子座の天王星、それから10ハウスの、魚座の土星とお羊座の海王星と、今回ですね、新月はクイーンカンクスを取っています。そしてということは、この天王星と海王星と土星はセクスタリを取っています。そうすると、ここにとんがり帽子のようなものができています。これが占星術師が泣いて喜ぶ神の手と呼ばれるヨットと呼ばれるアスペクトなんです。新月、水星、神の手、
もうどう考えても宇宙の意図が私たちの住む世界に今介入して変化を起こさせようとしていることが分かります。宇宙や神というものが、いい意味でちょっかいを出してくるときにこのヨッドというものが現れるわけです。で、今回の新月図の宇宙の位置を汲み取って行動していくことで、つまりは皆さんの個人の人生も宇宙からの介入、宇宙からのサポートを受け取ることができるよということをここで示しているわけです。で、このアスペクトは人と人との関係、調和、美、そしてバランスを取り戻すということを促しています。自分と他者との関係性を見つめ直して、これまでの価値観をリセットして、自分自身の内側と外側とか、自分と他人、双方への調和的な生き方を通して、個人的な目標に取り組むためのサイクルを開始する時なんです。多くの場合、日本人の方はどうしても控えめ、どうしてもこの調和よりも相手優位なものを受け入れるとかいう傾向が確かにあるのではないかと思いますね。だからこの日本の4ハウスということで日本人に向けての、メッセージでもある。あなた自身も大事にしてというメッセージとしても受け取ることができますね。それから自分を成長させ、支えてくれた人や物や学びへの信頼や信念を妥協することなく貫く力を確認する時でもあります。弱く悲観的になる時では今は一切ありません。神の手を動かすために、4ハウスの天秤座の太陽、金星、パンドラを正しく機能させる必要があります。7方向からの自分自身という言い方を私はするんですけれども、そのバランスを取れという時はいつもこれが私がセプタグラムという7芒星のメッセージを受け取ってからずっとこれを世の中に広める活動をしてるんですけれども、7方向っていうのは自分の体、感情、ソウル、心、マインド、そして過去からの経験からの学びとこれからの未来、この7方向がバラバラになっている状態では何もうまくいかないんです。で、多くの人がバラバラ、思ってることと言ってることが違ったり、心で信じているものとやってる行動が違ったり、これでは幸せになれないんですね。なので、この7方向のバラバラの状態をリセットする時がある、時であるよということを宇宙は語りかけているということです。さっき未来を示す11ハウスのところに最新のアップデートを示す双子座の天秤座が入っていると言いました。この新月にクイーンカンクスして、この天王星を動かすためには、海王星と土星のとセレスからのセクスタイルが大事なんですね。で、それはつまり、あなたが何をどこまで確実に信じているのかという問いかけなんです。土星って本当に信じてるというテストを何度も何度もしてくるんです。ですから、これずっとここにいたので、この数ヶ月、皆さんそのお試しを受けていませんでしたか？私は受けてました。自分のやってること、こうした世界を疑わせるようなお試しがあるんですよ。でもそれでもあなたはそれを信じてるっていう、信じてるからそれは無視しますとか、信じてるからやり続けますとか、その信じている行動を選択した人は OK です。そのお試しに自分はこれを信じてやってきたのに、なんか人にそれはって言われてとか、あれなんか思う結果にならないからやっぱり間違ってるのかなとか、自分や自分のやってることをダウトしてしまった人は一度振り出しですが、まだだから間に合います。今は信じているテスト期間です。ここに入ってます、すでに。とにかくあなたが大事にしているものや経験を信じ続けた人たちだけがその信じ続けたものを一生懸命アウトプットするとかやるとか提供するとかその生き方を貫くとかいうことをしていると宇宙が皆さんにご褒美をくれます。なので信じ続けている行動をしている人はご褒美をもらうでしょうということです。日本の政治を見ていると、まさにそれがすごく顕著な時だったと思うんですね。自民党っていう同じ党内でも、派閥、信じるもの、政策、信じる相手っていうのは、例えば違うじゃないですか。で、そこで、左脳的な戦略と何を信じるかの葛藤とかいうことが試される。何で動くのかっていうことですよね。あなたのロイヤリティが示されるという時でもありました。で、ここは自分の信念を貫き通すということが大事だよっていうメッセージだったんです。
だからこの間高市、さんの、あれもあげましたけれども、ホロスコープ解説もあげましたけれども、例えば、メディアでどう報道されていようがですよ、SNS を見ると明らかで、高市さん、私別に何党支援でも一切ありません。先生術師は何度も言ってますが、その政治に関してはフラットでないと星読みができないので、特別にそこはフラットにしてあるんですけれども、ただその高市さんのホロスコープを見た時にも話しましたけれども、SNS では私たち庶民の声が届きやすいですよね、テレビとかいうメディアよりも。で、そこで彼女が自分の信念というものを出し続けていたことは確かです。これ信じて、私はこれがいいと信じてますという、それが合ってるか合ってないかは別として、そこに賛成する人、賛成しない人がいるとして、とにかく何か自分の信念を出していたことは確かです。そして小泉さんの方は一向にその何が信念なのかっていうのはあまり見えなかった。なんかご飯食べてる写真とかばかりで。ですからここでやっぱりこの宇宙の糸で見ると、その内容はどうであれ、あなたが信じているものを信じ続けているというアウトプットや行動をしている人の方に軍配が上がるよっていう、そういう時期に入ってきたよということなんです。これもお試しでした。ここね。で、皆さんはどうですか？今このお試しテスト、どんな風に取っていきますかということです。で、今回もう一つ象徴的なのは、先ほど見せたアスペクトの中で、火星、水星、エコーという小惑星がすべてさそり座の20度でぴったり重なっているんです、この新月。で、このさそり座の20度は、個人が支配という大きなものに対して自己主張を始める場所っていうふうに先生術では言われてます。で、以前そこの高市氏のホロスコープでも話しましたけれども、日本人が本当に民がすごい力強い声を上げて政治を動かした過去、他の国に比べると割と少ないんですけれども、でもその一番大きなものは、歴史がもともと専門だった私からパッと思い浮かぶと、やっぱり安保闘争なんですね。1960年から61年にかけては先生術でもグレコン時代っていう土星と木星が重なっている特別な時期で、この時代に高橋さんも生まれていますし、この時代にその安保闘争、国民運動が大きくなって政治を動かした。で、こんなのと同じように国民の声がこれまで以上に届いていく時ですよということなんです。エコーっていうのは小さな民の声、小さな心の声なんです。それが彗星というスポークスマンとくっついて、火星という自己主張とくっついていますから、私たちの主張を今こそ届けていくことができる時なんです。ただし、木星のスクエアが最初に言ったようにあるのを忘れちゃいけなくて、その押し付けはいけないです。自分の言いたいこと、自分の信じてることをみんな出していきましょう。私はスピリチュアリティを信じてます。先生術を信じてます。カードリーディングって素晴らしいと思ってます。そんなもの怪しいという人がいくらいたって、私は自分の信じているものを信じ続けます。と、私は言い続けようとこれを見て思いましたし、皆さんもそれぞれ信じているもの、体のこと、健康のこと、それぞれ違っても信じているものを信じていると、他の人にどう思われようが関係なくアウトプットし続けることが大切な時期ということなんですね。で、木星のスクエアはただしそれを押し付けてはいけない。だからあなたもこれ買いなさいとか、だからあなたもこうしなさいはもうそれは行き過ぎですよというのがスクエアですから、そこは気をつけましょう。で、こうやって見てみると、政治でいうと、例えば政党が違っても政策が同じなら協力するとか、こういう当選のことが今まではあんまり政治ではなかったですよね。なんか党が大事。でも私たち国民って党に投票してるわけじゃなくて、あなたたちの政策に投票してるわけです。なので、その政策をやってくれる人なら言ってみると、誰でもいいわけじゃないですか。どの党であれ。私たちの生活を豊かで安全なものにしてくれる人、そこを期待して投票していくというわけですが、今までの政治はどちらかというとそうではなくて、政策が違っても同じ党なら協力するとか、あるいは政策が同じでも党が違うから協力しないとかいうことではなく、ここから新しい政治の時代が始まっていくというふうにも取れると思います。で、先ほど言ったそのサイソリ座という直感とかサイキックなエネルギーにあふれた場所に聞こえない声を聞くエコー。
本音を話す火星、メッセンジャー彗星、3つの天体がくっついていたということで、実はここから一気にスピリチュアル能力が改革する人が増えていきます。すでに皆さんもそうだと思うんですけど、まだ気づいていないか、それを自分の力を信じていないだけ。ちょっとそのテーマで自分の直感力解放しませんかというメッセージがあります。なんで私もこの新月が近づくにつれてもともと受け取り体質でしたけど、とにかくいっぱいバン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 メッセージが降りてきます。なのでやっぱりこういう世界、内来の形でスピリチュアリティ、目に見えないけど存在しているエネルギーを信じている人、大切にしている人たち、こうして今ここでつながってご縁がある人たちとの出会いというものもより大切にしていく。で、私が受け取ったメッセージはそれでした。こういうことを通して同じものにシンパシーを感じている、共感を感じている人たちとより強くつながっていきなさいというメッセージでしたので、こういう動画を今上げようと思ったということです。今回宇宙は本気でスピリチュアリティの、を助ける救出にかかってます。本物のスピリチュアリティだけを救出するという本気です。その本気度はレモン彗星が可視化できる日にこの新月があるということでも証明されていると思います。10月21日、夜空では太陽と月が天秤座で重なって、彗星レモンがその光を映すように地球へ最接近してきて、天文学的に見れば一番彗星が見やすいのは新月の日で、これを私たちに見せてくれている新しいビジョンを授ける合図として受け取っています。今回のこの水星レモンのエネルギーはきっと過去の自分を超えて未来へ飛び立つための加速装置のようなものになるんじゃないかと思うんですね。古い考え方、ヤギ座冥王星時代の考え方、こういう世界がなかなか受け入れられなかった世界がもう終わっていきます。そしてよりスピリチュアルな世界がリアルな世界を喜びと豊かさに満ちたものに導くためのエネルギーの使い方っていうものがこれからどん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 始まっていくと思いますので、ぜひこういうことに興味がある皆さんはこの興味を続けて、そして皆さんが信じているものを信じていると、疑いもなく信じていると言い続ける。他の人にどう言われても。そういう強い力をね、持っていただきたいと思います。さあ、ではですね、前回、冥王星水亀座での逆行終了の時にも、宇宙から受け取ったメッセージ、12星座別にいたしまして、今、私にその言葉が本当に必要でした。涙が出ましたっていう LINE をたくさんいただきまして、公式 LINE の方に、やっぱり出してよかったなと思いました。誰かに必要なメッセージだと思いますので、今回、この新月にあたってですね、自分を信じることの大切さということで、また宇宙からこのメッセージを受け取りましたので、各12星座別に、これは太陽星座だけじゃなくて、いつも言っているように火星星座や土星星座もできれば本当は見てほしいと思います。土星星座や火星星座についてはね、ノートなんかで上げてますので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、とにかく太陽星座は皆さんわかると思うので、このメッセージを受け取ってください。お羊座さん、ね、みんながどんな才能があるかをもう一度信じてほしいというメッセージですよ。お羊座さん、信念を持ち続ける力といえばお羊座さんの得意分野です。摩擦を起こす必要はありません。周りに惑わされず自分を信じ続けるだけでいいです。真の強さを持っているからこそ正しさの証明の必要はもうないんだよというのもメッセージ。自分を信じ続けて行動し続けることがあなたの強みです。必ずそれをやってください。お牛座さん、ソウルと体が心地よい空間づくりといえばもう本当にお牛座さんの右に出るものはいません。その力を思い出してください。他者からの影響を気にせず、あなたのプライベートな空間を、あなたの体の声を聞いて、あなたの体が喜ぶようにどんどん充実させていってください。それがあなたの強みですから。双子座さん、遊び心といえば双子座の才能です。子供のような感覚で自分を喜ばせる人や物に時間を費やしていってください。好奇心と想像力があなたの強みであることを忘れず過ごしてください。蟹座さん、ソウルが求める居場所に最も繊細に気づくことができるのが蟹座の才能です。それを今こそ存分に発揮してください。
大好きな人たちと大好きな場所で愛に自由であることがあなたの強みであることを思い出してください。獅子座さん、言葉でも絵でも何でもいいです。パフォーマンスでもいいです。ツールを選ばずに表現すること、これが獅子座の才能です。表現しているからこそ獅子座が生きている意味がある。それを思い出してください。今あなたのクリエイティブな才能をもっとアウトプットするときです。優雅な表現、焦らないね。優雅な表現こそがあなたの強みであることも思い出してください。乙女座さん、時間がかかっても計画してそれを着々と継続する才能、それがあなたの力です。それを生かしてください。それが必ず求めていたものを引き寄せる力になります。努力してきた自分を信じることがあなたの強みでもあります。これも思い出してください。天秤座、内側と外側を偽りなく一致させる才能を発揮するときです。もう一度心の声を素直に聞いて、アイデンティティと目標の再設定をしましょう。つなげる力こそがあなたの強みです。さそり座さん、見えてないけど存在するエネルギーを感じる力といえばさそり座です。その力を思い出してください。そして自分の力を信じて、精神世界への扉をパーンと開きましょう。現実世界のコントロール権から自由になれるのもあなたの強みです。伊手座さん、素直に軽やかに過去のこだわりを捨てることができる才能を生かして、人間関係のもつれをリセットしてやり直す時です。あなたにとって必要な関係を取り戻してください。公平な人間関係を築き上げることがあなたの強みなんですよ。ヤギ座さん、あらゆることに真剣に取り組むと必ず能力を発揮する力を持っています。思い出してください。とにかく諦めず、長期的な成功への道を進み続ける決意を今してください。積み上げていく力こそがあなたの才能です。水亀座さん、作能的にあるいは感覚的にどんな新しい気づきも学びも理解し、自分の信念を確固たるものにするために、それらを使う才能は水亀座ならではのものです。今こそその才能を使う時です。常に新しい視点を持てるのもあなたの強みです。魚座さん、裏表なく策略なく純粋さのみで人とつながることができる力。それが魚座に与えられた才能です。今こそ感情的な絆を大切にする時です。つながりの中で助けたり、助けられたりしたことを思い出して、その中で幸せになれる自分を確認してください。時に弱く見える力も実はあなたの強みです。ということで受け取ってください。最後に宇宙からのメッセージは、メタトロンキューブでした。これ、夢を叶えるための新世紀科学です。今、これを見ている皆さん、今言った才能を意識して、ここから使い始めると、必ず皆さんの夢は叶うということだと思います。ということで、皆さん、最後の魚座海王世紀、楽しく過ごしましょう。